5に遠征に行って以来一度も戻ってきていなかったものね。さーて、そんじゃあかりん様、うちは工房におりますよって、なんかあったら呼んでくださいな。ええ、シアと春蘭の新しい武具頼むわよ。お任せを。私も町に行ってきます。帰ってきてまで仕事ってやなの。遊びじゃないの。大事なことなの。私にとって天下分け目の大決戦なの。そうよ。女にとって身を飾ることは武人が武器にこだわること、軍師が兵法書を選ぶことと同じ。良いものが見つかるといいわね。ありがとうなの。カリン様にも似合いそうな服があったら買ってくるの。平和になればね。それまでは沢や集団に選んでもらうもので十分よ。今日は服を選んでいる暇はないわ。カズとは荷物を置いたら私と一緒に来てちょうだい。いいわね。ええ。こそどうしたのよ。カーリン様から役立たずって放り出されたの？カリン様もお戻りなの？報告はこの間兼業での特別興行の時に済ませたわよ。不明な点はその都度連絡が来てたし、わざわざこちらに戻ってくる意味はないはずだけれど。あら、3人とも戻っていたの。カリン様、お久しぶりです。ほら、姉さんたちも挨拶して。お久しぶりです。こちらへは何のご用で？野暮用よ。それより活動は順調なようね。はい、今は北方や清涼を中心に回っていますが、どちらも相応の成果が上がっているかと。みんな地位の虜にしちゃうんだから。みんなお姉ちゃんを応援してくれてるんだよ。頼もしいわね。近いうちに兼業だけでなく高等への巡業も依頼すると思うけれど、いいわね。お任せを。ただこのままでは護衛や雑用の手が足りないかもしれませんが。そちらの確保は当面あなたに任せるわ。私に逆らう真似さえしないのなら後の報告をくれるだけで構わない。ありがとうございます。カリン様、その次は職ですか？そうよ。そちらの決着がついたらあなたたちには職にも回ってもらうわよ。やったー、楽しみにしてますね。ならその件はまた連絡させるわ。カズト、来てちょうだい。ええ。あんたも頑張りなさいよ。
こんなところに資格は来ないわよ。それに自分の身くらい守れるわ。あなたの一人くらいちゃんと守ってあげるわ。そうね。いざとなったらカズトに守ってもらいましょうか。ならもう少し強くおなりなさい。女を守ってやれるぐらいにね。さあ、着いたわよ。そうね。普通は気づかないわよね。ええ、狂言様の墓よ。私がまだ駆け出しの役人だった頃、春蘭たちと一緒にとてもお世話になった方よ。派手なことの嫌いな方だったの。何度か私のところで働いてほしいとお願いにも言ったのだけど、結局最後まで首を縦に振ってはもらえなかったわ。亡くなられたと連絡を受けたのはもうずいぶん前のことよ。今まで忙しすぎて挨拶にも来られなかったのだけれど、恩師とはいえ他人の師だもの。葬儀の運命を左右するというならまだしも、完全な私用だったしね。ねえカズト、覚えている？あなたと私が初めて会った頃、占い師の話を聞いたことがあったの。あの時の占い師も実を言うと狂言様から紹介されていたの。確か名を虚師匠と言ったはず。視察の本来の目的は虚師匠に会うことだったの。皆には言っていなかったけれどね。今では虚師匠の言う通り、乱世の勧誘よ。なるほど、言い得て妙だったわね。確かカズとも何か言われていなかった？なら当たっているようね。少なくともまだ破滅はしていないようだから。さて、狂言様にも今の私のことを報告できたし、戻りましょうか。それがわかるのは私が死んで
狂言様にもう一度お会いできた時になるでしょうね。まだまだ先になりそうだわ。戻りました。カリン様、戻りました。お帰りなさい、キー、ルル。どうしたの兄ちゃん。なんなのそれ。熊だよ、お土産。どんな土産やねん。みんな食べるかなーって思って。それはルル次第ね。なんとかなるの？熊は下ごしらえに時間がかかりすぎますから、何日かはここにとどまらないと。残念だけれど、そんな時間はないわ。キー、それは村のみんなに食べてもらってちょうだい。だから言ったじゃない、ダメだって。美味しいのに。私がもう少し早くここに来ていたら、下ごしらえを済ませておいたんですけど。ルルちゃん、クマさん食べるの？食べません？食べるけれど、さばいたことはないわね。兄様。ありがとうございます。よかったなー、ルル。兄様？魔王さん、どうかしたんですか？武器の作業、うまくいかなかったとか。いや、強化作業自体は完璧やってんけど。時間がのうて新しい衣装までは思いつかんでな。ぱっと見体験も円月灯も今までと全然変わらへんのよ。戻りました。クマ、みんなで食べるって。よろしい。ならばこれより我々は慶州へ向かう。それから本隊との合流を待って、いよいよ劉備との決戦に挑むわよ。